空が青いなあ。井戸ポンプ作ってんのか。はい、おはようございます。今日は日曜日。今日はすっかりですね、なんか暖かくなってきましたので、明日からまたなんか雨と、もしくは雪という予報なので、ちょっと今日畑の方をね、耕したんですけど、残土を盛り土しただけなので、大量のですね、石と、産廃物ですかね、産業廃棄物、はい、これがあるんで、これをですね、今日のうちにちょっと除去していこうかなと思っております。はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月。はい、ということでですね、いよいよ一輪車を買ってしまいました。はい、ちょっとね、畑に、大量の石がね、混ざってますんで、ちょっと石を運ぶのにね、いちいちバケツで今までは運んでたんですけど、ちょっとそろそろ、大量にね運ばなきゃいけないと思いまして、一輪車と、ふるいですかね、ふるいを、買おうと思ったんですけど、小さいね、丸いふるいしか売ってなかったもんですから、このコンテナの箱、がですね、下に穴が開いていて、小さいものは通し、ちょうどいい穴が開いていたもんですから、はい、これで、スコップでですね、砂を、入れまして、そして大きい石だけを取っていこうということで、頑張ってやっております。ただね、朝からやってたんですけど、やはり土仕事してるとですね、もうほんと暑くなるんですよね。はい、とりあえずこれで一輪車1杯のね、石が取れました。もう半袖ですからね、本当にね、暑くて、はい、ということでね、ひたすら、土をスコップですくって、小石を集めていっております。やはり石は良くないんでしょうね、畑にはね。綺麗なね、農家さんの畑はね、本当に綺麗な土でですね、惚れ惚れするぐらいの土で野菜を育てられているということで、やはり初めてね、この土地場所では、今まで野菜を育てていなかったもんですから、一から、土作りというようなことをしないといけないと、はい、ということで、まず石やですね、鉄やですね、プラスチック、こういうものがですね、ここには大量に埋まってますので、こまめに、撤去していくということから始めないといけません。で、この後ね、ちょっと土壌テスターっていうのをね、当ててみましたので、酸度っていうんですかね、酸性なのかアルカリ性なのかというのをね、ちょっと調べてですね、はい、まだ植え付けしてませんので、調整しながら、畑の土作りをということで、やっております。はい、これ手元カメラで、こうやって土をですね、スコップで、コンテナの中に入れまして、そして、振るいますと、はい、
このようにね、石がですね取れます。石とこの芝生草、の、枯れたやつがですね、ちょっとやっぱりまだ、分解されていなくて土に戻ってないので、はい、これも大量に、出てきてしまいます。ということで、これもね地道な作業をやっておりますけれども、いい作物をね作れるように、頑張っていこうということで、大変な作業なんですけども、頑張ってやっております。この辺もねやっぱ根気のいる作業でございましてですね、はい、たかだかこのぐらいのね、大きさ面積の畑でございますが、東京から来た私にとってはですね、これだけでもね十分広いんですよ。はい、ですので、やっぱ本当にね、大量に作られてる農家さんはね大変なんだろうなと、そういうふうに思いますね。そして、この日はね、気温もぐんぐん上がりまして、朝はまだちょっと涼しかったんですけど、はい、日中はですね、これ20度ぐらいいってるんじゃないかな、20度超えてるんじゃないかなという感じで、はい、これがね撤去した小石になります。一輪車でね、はい、運んできまして、だいぶ小さい細かい石になってきておるんですけれども、それでも石が大量にあります。前回ね、裏のね農家のおっちゃんに、来てもらった時は、しょうがない、石はね全部取ることはできないからしょうがないよと、ただこまめにね、拾っていった方がいいよということは言われましたんでね、はい、ちょっとじゃがいもを植える前にですね、ある程度、きれいな土にしていきたいなというふうに思っております。いろいろねこの冬もですね、バーって全部スコップで入れてから振るった方が楽なのか、もしくは一回一回スコップで入れるときにこうやって振るって入れた方がいいのかと、どっちが楽なんでしょうかっていうことでね、いろいろ試行錯誤をしながらやっております。結局この草がね、入ってきちゃうと目詰まりしてですね、はい、土も逃げないということなんですが、この草もね最終的には土に戻っていきますんでね、はい、なるべく除去して畑の中に入れたいということで、石だけを撤去していきたいという感じでやっております。何年もね、いい土になるにはかかるよと、言われました。はい、確かにそうだと思いますね。酸性、この後ね土壌テスター当てるんですけども、やはり酸性の方に、なってます、傾いてますので、やはり、どこからか持ってきた土だからなのでしょうか、それとも、この土地、この場所は、酸性の方に近いのでしょうか、よくわかりませんが、はたまたやはりね酸性雨という雨がね、日本は多いということらしいので、
酸性に傾いてるんでしょうか、よく分かりませんが、ちょっといずれにしろ酸性の方に、傾いてますので、作物に影響があるのかどうか分かりませんが、はい、とにかくですね、まず、石を拾ってゴミを拾ってですね、はい、なるべく細かい土にしていこうかなというふうに考えております。これ最近のね一輪車ね、プラスチックでできておりまして、でフレームもアルミなんで軽くていいですね。はい、昔のやつはね鉄のパイプでできてて鉄のカゴだったもんですから、時間経つとね錆びちゃうんですよね。で重いし、結構大変だったんですけど、びっくりしましたこの軽さに。はい、でバケットもプラスチックなので、多分錆びないでしょうし、はい、パイプもアルミ製なので軽いし錆びないでしょうね。はい、まあ結構あらゆるものがですね、進化してますよね、道具が。ということでちょっと疲れましたんで、休憩タイムとなります。コーヒーを飲んでね、コーヒー入れてきてコーヒー飲んでんですけど、ちょっともうコーヒーじゃなくてもうお茶が飲みたいっていう感じにね、はい、なってきておりますが、まあ一服して、はい、ちょっと休憩させていただいております。やっぱねこういう力仕事っていうか、スコップなのでね穴を掘る仕事っていうのは自衛隊の人にね、教えてもらいましたけども、なるべくこまめに休憩して、やった方がいいということらしいです。スタートダッシュかけてですね、必死こいてやるとですね、持久力が落ちるらしいので長続きできないそうなので、なるべくちょいちょい、休憩を挟みながらやった方がいいということだそうでございます。どうしてもね、例えば日曜日の短時間でね、仕事終わらせようってやっちゃうと、やはりすぐ疲れてしまって、長い時間できないということらしいので、はい、こまめに休憩を取りながらやっております。はい、こちらね、本日、2025年3月1日、前回、サニーレタス徒長してしまったので、もう一度チャレンジ、こちらコストコのクロワッサンが入ってた容器に、この専用のねポットっていうのがありまして、こちらに、サニーレタス3つと、トマト、ホーム太郎、桃太郎、トマトを2つ、入れてみました。さあ芽が出るのでしょうか。頑張っていきたいと思います。そしてねこちらさつまいもの方なんですが、これなんですかね、これ芽が出てるように見えますが、これはさつまいもの芽じゃないのかな、よくわからないですけど、なんかあちこちから芽が出てます。なんかさつまいもじゃないような気もするけども、はい、ということでまたお休みください。地温度 12.3 度、そしてこちらもやし、水温 8.5 度、こんな感じ。はい、
はい、こんな感じ。はい、そしてこちらブロッコリーとエンドウ豆、土の温度が 10.6 度。まだ芽が出ませんね。はい、でこっちがね、徒長してしまった、サニーレタスとトマト。はい、こちらが植え付けを待っているじゃがいもたち。はい、それではね、ちょっと土壌テスターというのを、買ってみましたんで、ここの畑の土壌の、数値をチェックしたいと思います。はい、じゃあね、畑の方映んねえかな。はい、それではね、土壌テスターで、pH が 3.5 って出ましたんで、もうちょっと pH を7ぐらいまで上げたいので、駆動石灰を巻いていきます。よいしょ。畑の土を取ってよいしょ。水を入れます。十分にかき混ぜまして、そしてリトマス試験紙を出します。さあ、つけてみます。やっぱ 3.5 っていうのは合ってんですかね。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まだ3月2日日曜日だというのに、もう暑いですね。穴掘り仕事は。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またね、明日から雨ということなので、ちょっと寒くなるような予報なので、ちょっとどうなるか分かりませんけどね。はい。この周りは梅の花が咲き始めましたんで、はい、もう春の、訪れを、近いのかなというふうに感じます。あとホウホウケキョウがね、鳴き始めましたんでね、はい、それも多分春の訪れの間近なのかなと感じます。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。
人月